こんにちは、斉藤直樹です。今日も気まぐれ添削やっていきたいと思います。今日の作品はこちら。すごくね、一生懸命描かれたのがわかるイラストですね。メロンパンさんの作品で、タイトルは無題。こんにちは、メロンパンと言います。いつも雑多赤でイラストを投稿しているものです。早速で申し訳ないのですが、私は色塗りが苦手です。なので最近は尊敬する絵師様の色塗りを参考にして塗っています。ですが、どうも納得できません。これは私の練習方法が間違っているのでしょうか、それとも塗り方が間違っているのでしょうか。考えてみたのですが、よくわからなく、イラストが落書きっぽいものなのですが、どうか斉藤直樹先生のご意見が聞きたいです。はい。ということで、メロンパンさん、添削のご応募ありがとうございます。はい。ヘタリアのね、アメリカっていうキャラクターですよね。色塗りが苦手っていうことなんですが、僕はですね、あまりそうは思いません。っていうのは、きちんと明度と彩度を意識して練習されているのが見て取れますし、色自体をね、ちゃんとコントロールしてやろうという強い意志も見てわかります。なので、苦手なのではなくて、今からぐんぐん上達される方なんだなっていうのが僕の印象ですね。はい。メロンパンさんのチャレンジ精神、素晴らしいと思います。で、その上で僕がメロンパンさんのイラストを見た時にちょっと気になった点は、ちょっと雑さが目立つっていう部分ですかね。それは色の印象もそうですし、線のね、印象もあるかと思います。拡大してみるとわかるんですが、結構ね、線が雑で、あとはね、色塗りのこの辺とかもね、ちょっと印象が雑な感じがしますね。この色の雑さと線の雑さ、この2つの雑さが合わさって、メロンパンさんが感じる、納得いかないという感想につながっていると僕は思うんですね。コメントで気にされているように、メロンパンさんの練習法自体が間違っているというわけじゃないと思います。ただ少しだけ、この2つの部分に意識を向けるだけで、メロンパンさんのイラストはぐぐっと良くなると思いますよ。ということで今回はですね、絵のかなり基礎的な部分を重点的にやっていきます。いつもね、結構複雑なことをするために、解説を飛ばしてしまって、語らない部分についても詳しく、順番に、丁寧に語っていこうと思います。ぜひ皆さんの参考にしていただけると嬉しいです。それでは早速行ってみましょう。はい、まずですね、ちょっとこれは色とか線とか関係ないところなんですが、割と効果的なので、最初にお伝えしていきます。ちょっとこうしたいです。はい、こんな感じ。ごめんなさい。ちょっとね、元のキャラがこういう服を着ていたことはないと思うんですが、今回ね、絵作りの基本的なことを語るために、一旦この絵が二次創作っていうことは忘れさせていただきます。ヘタリアファンの皆さん、すいません。ちょっとね、キャラに似せていくっていうことは、この絵に関してはあえてしない方向で進めますね。あくまで絵作りについての添削です。でですね、今、襟を追加しました。添削前はこのように、首までしか描かれていませんでした。でも、これだとですね、あまり見栄えがしないです。ほら、なんかね、こう、生首みたいでしょ。そうじゃなくて、もうほとんど同じなんですけどね、このように襟元までを描くことで、不思議とね、絵としての見栄えがぐんとアップするんですよ。これだけで。これはね、押さえておいてくださいね。かなりね、こう、引き締まるでしょ。はい。まだもうちょっと構図的なポイントを紹介します。こうするのもありです。はい、首にほんのちょっとだけ角度をつけました。もともとね、角度が少しついていたんですが、もう少し大げさに角度をつけると、こう、土正面からただ描いた感じっていうのがなくなって、こう、少しね、動きが感じられる絵になります。あと、首に角度をつけると、もう一点良い点があります。それがこれです。はい。主にね、この部分ですが、ちょっとだけ奥側の髪の毛を見せることができるですね。正面じゃなくてね、ちょっとこう、煽り角度になるので、奥側のね、髪の毛が見えるんです。奥側の影になっている髪の毛が見えるようになると、何がいいことがあるのかっていうと、そこだけちょっとね、こう、色を変えることができるので、奥行きを表現することができます。それによってね、イラストがより立体的に感じられるようになるんですね。はい。ここまですごく細かい構図的なポイントを紹介してきましたが、襟を描く、顔に角度を少しつける、そして奥側の髪の毛を描く。これね、ぜひ意識してみてくださいね。はい。そしていよいよ本番です。本日1個目の課題である色の問題について着手していきましょう。このイラストですね、なんかちょっと色が雑に見えるなって思うんですが、これなぜだか皆さんわかるでしょうか？それはですね、中間調がちょっと足りていないからです。はい。色選び自体はいいと思います。特にですね、影色のチョイスのセンスが良くて、あえてね、こう、サイドの高いオレンジ色を一番濃い影色に持ってきて、で、そこまで暗くないんだけど、ちょっと暗い
影にこの鼻筋のねこの青い色をあえて持ってきている。このセンスはね結構すごいと思うんですよ。ただですね、これ僕の想像なので間違っていたらすいませんなんですが、おそらくですねコメントで尊敬する S さんの色使いを参考にしたってことなので、多分ですね尊敬する S さんがこういう風に書いていて、でそれを見てね、あ、いいなって思って真似したんですが、なぜここにこの色を持ってくるのかっていうのを自分の中に落とし込めないまま色だけを真似して書いてみた感じだと僕は思うんですね。最初はねもう全然それでいいんですが、もっと自分の中にその色を落とし込むためにはですね、自分のルールの中にその色を組み込む必要があるんです。ルールに組み込む？それってどうやんのって思ったかと思うんですが、大丈夫、簡単に説明します。今ですね肌色のルールとしては、こういうバーを一回書いてみると分かりやすいと思うんですが、これ今書いたのはこの肌色です。これをスポイトしたものですね。で今書いた肌色が一番明るい肌色、そしてこっちをねこう明るい色で、こっちを暗い色とすると、この首元あたりが一番暗い色がついてますから、このバーに適用すると、暗い色がねこんな感じのオレンジ色になって、でその1段階暗い色がこの鼻筋のねこの青色だと思います。なのでこのバーに適用するとこんな感じになってると思います。はい、こんな感じにね、この一番暗い影がこんな感じのオレンジ色になって、でちょっとだけ凹凸がついている影の部分の色がこの青色を適用させる、そういう考え方ですね。でそう考えるとですね、実はこの青色鼻筋だけじゃなくて、ここと同じぐらいの暗さのレベルのところには、実はねここだけじゃなくて、例えばこことか、あとはこことかね、もう少しこの青色を置いてもいいはずなんですが、おそらくメロンパンさんはそこまで自分の中でルールを落とし込めていなくて、ただ参考にした人が鼻先に青色を置いていたから、ここに青色を置いたらなんかいい感じになるんだなっていうことで、それでここに青色を置いたっていう風に僕は想像するんですよ。でただそれだけだとですね、記号として絵を捉えてしまっているので、角度を変えた時とか自分のキャラクターで描いた時に応用がねいまいち効かずに、ちょっとねそのために困ってしまうことになると思うんです。この青をなぜここに置くべきなのかっていうのを自分の中で明確にしてみてください。これがねまず1段階目ですね。でその上でちょっとね僕はもう一色中間調を足したいです。例えば、こんな色ですね。もうほんのちょっとだけです。明るい肌色と少し暗い青色の間にですね、このぐらい微妙に濃い肌色、これを入れたいです。絵的にはねほんのちょっとの面積になると思うんですが、この中間調があるのとないのとでかなりね印象が変わってくると思うので、これね楽しみにしていてください。あとですね、ついでに髪色のルールもね定めちゃいましょうか。例えばですねこんな感じです。また基本色のバーをここに書きますね。で今ですね少しだけ暗い色がこんな感じの色になってます。はい、この部分の色ですね。でこれだけだとなんかちょっとこう単調で平面的な印象なので、影色をねもう何色か追加したいです。2色ぐらいかな。こんな感じの色です。もう少し暗いオレンジ色を足して、でこのね襟が結構こう影になっていて紫がかっているので、これと合わせるようにしてね、ちょっと奥に行くに従ってこう紫がかった色にしたいですね。そしてですねハイライトも欲しいです。ハイライトはかなりこう明るい色、これをねほんのちょっとだけ入れます。あとですね、さっきこの奥にですね青い奥の髪を追加したので、この髪色も一応こうルールの中に含めておきます。はい、こんな感じの色ですね。はい、このように基本的な色のルールを一旦作ってみました。明るい部分にはこっちの色を塗っていって、で暗い部分にはこっちの色を塗っていく、そういうルールです。はい、そしてね今まで聞いていて気づいた人もいると思うんですが、これ何かに似てますよね。はい、そうです。グラデーションマップです。これねフォトショップにもクリスタにもついている機能ですが、こういうねグラデーションマップにすごくよく似た考え方ですよね。こういうざっくりとしたグラデーションマップをこんな風にね実際に書いてみてもいいですし、書かずとも自分の頭の中にねこう作戦として持っておくと、色を塗っていく時にはあまり迷わずに塗っていけるので、これねいい感じです。さあそれではこのルールに従って、まずはねこの鼻筋の青色、これをね他の部分にも足していっちゃいましょうか。はい、肌色の青い部分を少し足しました。ちょっとした凹凸の部分に肌色を足していくというルールですね。さっきはね鼻先に1箇所だけ塗られていたことでちょっとねこの青色が浮いていましたが、一定のルールに基づいて他の部分にも青色が足されたことで、なんとなくね納得感が増したような感じがしますよね。はい、そして濃いオレンジ色の影色も少し調整します。
はい、こんな感じです。襟を足したのでね、この辺にも濃い影色落ちるはずですよね。濃い影色はオレンジで塗るというルールなので、このグラデーションマップに従ってこの辺の影色を塗りました。で、さっき1色だけ追加したこの辺の少しだけ濃い影色、これもちょっとだけ足していきます。はい、こんな感じ。足したのはね、もうほんのちょっとだけの面積です。このね、目の下とか、あとは鼻筋、あと輪郭のこの際の部分ですね。たったこれだけですが、最終的に見比べてみるとね、もうこれだけでもかなり効果があることがわかると思うので、これね、楽しみにしていてください。それと、白目についてもちょっとだけコツなんですが、顔に角度がついている場合ですね、奥側の目だけ、奥側の白目をですね、若干暗くするだけでも、顔に立体感をプラスすることができるんですよ。こんな風に。はい。わかりますでしょうか？少しだけ奥側の白目を暗くしました。肌色はね、手前と奥とで全然変えてませんが、目だけを暗くすることで、ほら、どうでしょうか？なんか、奥側の方だけ肌色も影になっているような錯覚を起こすことができて、顔がね、こう、立体的になるんですよね。これね、ちょっとした裏技です。はい。ついでにね、まぶたから落ちる影も少しだけ描き加えてみましょう。はい、こんな感じです。で、すっごく細かいですが、これはね、僕の完全な好みなんですが、僕はですね、このように、境目に少し違う色を一色入れて、影を際立たせる工夫をよくします。これについてはね、結構好きですね。やってもやらなくてもいいです。あとは、目の色が、周りの肌色とか髪色に比べて、少しね、こう、暗すぎる印象があるので、ここにも若干部分的にですね、明るい色を入れてあげます。こんな感じ。はい、こんな感じです。さあ、サクサクいきましょう。次は髪の毛にもこのグラデーションマップを適用していきましょうか。まず少し濃い影色追加します。こうですかね。はい、こんな感じ。こんな風にね、こっち側を若干影っぽくしていこうと思います。はい、そしてさらにもう一段階ぐらい濃い影を追加していきましょうか。やってみます。はい、こんな感じ。どうでしょう？結構立体的になってきたんじゃないでしょうか。あとですね、ちょっと元々書かれているこの影なんですが、これについてはちょっとね、こう処理が雑ですね。ペンでね、こうガサガサガサって書き殴ったみたいな感じに見えるので、そのせいもあって、結構ね、全体的に雑に見えちゃってます。もう少しだけ形を整えてあげると良いです。こんな風に。はい、書いたり削ったりしながらね、ちょうどいい形を模索してみてくださいね。こんな風にね、書き殴っただけだと、ちょっとね、雑に見えちゃうんですよね。で、一番最後に、この明るいハイライトを乗せてあげましょう。はい、髪の毛の調整ができました。2色だけだと奥行きが足りない感じになっちゃうんですが、こんな感じで色数を足してあげることで、さらに奥行きが加わって厚みのあるイラストに仕上げることができますね。はい。あとですね、これはもう言わずもがななんですが、メガネが雑です。はい。メガネってね、結構描くのめんどくさって思っちゃう部分だと思うんですが、こういうめんどくさいパーツって、ちゃんと描くとですね、一気に完成度が高まる部分でもあるので、ちょっとめんどくさいなって思う部分は特にしっかり描くように心がけてみてください。ちょっと整えてみます。
はい、こんな感じ。僕が描いたのもね、そんなに丁寧ではないんですが、このぐらい描いてあげると、結構ね、ちゃんとしたイラストに見えると思います。それと最後、ここね、すごく大事なんですが、今のメガネの部分もそうなんですが、メロンパンさんの線は、ちょっとね、こう、描き殴ったような感じで、雑さがね、目立っているんですよね。なので、線をどうにかするのが一番良いんですが、おそらくですね、この絵、スマホとかで指書きで描かれているのかなって僕は思うんですよ。で、その場合、なかなか線を丁寧に描くっていうのが難しいと思うので、そういう場合におすすめなのが、こういうですね、こうガサガサっとしたようなチョークみたいなブラシですね。こういうブラシってどのソフトにも入ってるじゃないですか。こういうガサガサっとしたブラシで最後にもう絵の上からでいいのでザッ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 ってね描き殴ってみてください。そうすることで一気に絵の見栄えって良くなります。嘘だと思いますか？やってみますよ。はい、輪郭部分を一旦整えてみましたね。結構いい感じでしょ。さらに目の部分ももうちょっとだけ描き込んでみますね。いきます。ほら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 、どうです？ビフォーアフター見比べてみるとこんな感じ。パッカー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 とね、線をきっちり描けない環境で絵を描いている時には逆に荒々しく描き殴っても見栄えのするブラシを使うことで絵のクオリティを上げることができます。ぜひ試してみてくださいね。といったところで今回の添削は以上となります。並べて見比べてみましょう。右がビフォー、左がアフターです。こんな風に変化しました。いかがでしょうか。かなりね引き締まった印象になったのがお分かりいただけると思います。今回は絵の形をね大きく変えることなく一つ一つの処理で絵をどううまく見せるのか解説してみました。いかがだったでしょうか。また色選びについてどんな色を選ぶのがいいのかわからないという人はですね、こちらの動画超簡単色選びのコツ5選が参考になると思います。興味があればこちらも合わせてチェックしてみてくださいね。それでは最後にあのコーナー気まぐれじゃんけんのコーナーです。いきますよ。準備はいいですか？気まぐれじゃんけんじゃんけんポン。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。